はい。というわけで、我が家にも ZV-E10 がやってまいりまして、今週末はこのカメラで Vlog 撮っていこうと思ってます。だいたいカメラ本体買うとき、キットレンズほとんど使わないので本体のみのものを買うことが多いんですけど、今回はキットレンズ付きのものにしてみました。ちなみに ZV-E10 の撮影の設定などなのですが、こんな感じにしてます。撮影モードはシャッタースピード優先、ピクチャープロファイルはオフ、クリエイティブスタイルをポートレートにして、ちょっとだけコントラストを上げてサイド下げて、シャープネスも少し下げてみたいな感じ。ホワイトバランスはオート、手ブレ補正は一旦アクティブにしてあります。アクティブとスタンダードとオフが選べる。だいぶ画角が変わります。で、とりあえず商品レビュー用設定はオフ。ISO オートなんですけど、ちょっとノイズが出るのが怖くて、デフォルトだとここ6000ぐらいになって、6400とかなってたと思うんですけど、一旦3200ぐらいにしてみてます。なんとなく1600ぐらいを上限にしておいた方が安心な気もするんですが、レンズがあんまり明るくないので。あとは、露出をちょっとアンダーめにして、フォーカスエリアはゾーン、フォーカスモードは、コンティニュアスで、録音レベルこれデフォルトのままにしてあるんですけど、とりあえずこの26でいってみようと思います。ちなみにこれまで α7-3 とかソニーのカメラで動画撮るときは、私はいつもこのピクチャープロファイルをだいたい PP7 のこの S-Log2 とか、この PP8 の S-Log3 とかにして使うことがほとんどだったんですけど、ここまで出てきている ZV-10 のレビューなど見てる限り、デフォルトで撮った方がというか、ピクチャープロファイル切って撮った方が綺麗っぽいのかなということが思いまして、とりあえずピクチャープロファイルは切っています。で、ただちょっとこのデフォルトのままでいっちゃうと、スタンダードだとちょっと私の好みの色とは若干離れるというか、結構くっきりはっきり鮮やかな感じの色になるので、ポートレート、クリエイティブスタイルをポートレートにして、先ほどご紹介したようなこんな感じの設定にしてみています。ちょっと一旦撮ってみて、このピクチャープロファイルに関してはちょっとこの HLG とかを後々試してみようかななどと思っております。いやー、しかし白くて可愛いです。ちょっと個人的にはここのキットレンズの入れるとニュッて出てくる部分のここのなんか色がちょっとガンメタっぽくて、なんかプラスチック感があってちょっとチープな感じなのと、なんかここの先の黒い部分がなんかサンドイッチみたいになってるのがあんまりちょっと美しくないなと思ったりはしたんですが、電源を切ってこの状態だとやっぱ可愛いです。はい、持ち替えました。いやー、この BMPCC6K Pro を持ってからこの ZV-E10 を持つと、当たり前だし比べちゃいけないんですが、軽くてビビりますね、ほんと。
スマホかっていうぐらい軽い。ちなみにフレームレートの話をさっき忘れていたんですが、フレームレートは 24p で撮ってます。いやー、それにしても雨が今日はすごいですな。この豆は前回ウィークエンド Vlog で買ってきたエボニーコーヒーのエチオピアです。いや、このエチオピアの豆は今までで飲んだエチオピアの豆の中で一番美味しい気がする。そういえば今このようなスマホをお借りしてます。ASUS さんの ZENFONE 8 Flip。ここのフリップカメラが面白いんですよ。これが通常モードというか背面カメラを使っている状態で、このフリップするボタンを押すとこんな感じでカメラがフロントに向くんです。背面のカメラがフロントカメラを兼ねているっていう、これよく考えたなっていう感じ。ほら、くるっくるっ、正面と背面を切り替えるだけじゃなくて、こう途中でカメラを止めたりすることもできるんですよね。なんで例えばローアングルとかで撮影したい時にカメラ位置をこう調整したりとかして使うとなかなか面白い写真が撮れるんじゃないかなと思います。まあ正直私はメインのスマホはいつも iPhone で、Android は Pixel シリーズしかこれまで触ったことがなかったんですけど、この ZENFONE 8 Flip のカメラめっちゃいい感じでした。もう一個
これは同じ ASUS さんのゼンフォンなんですけど、こっちはコンパクトなフリップカメラがついていないタイプのゼンフォン8。やっぱ個人的にはこのぐらいのサイズ感が使いやすくていいなと思いますね。こっちはカメラが二眼なんですけど、超広角のレンズでマクロにも対応してるってことで、この間 iPhone 13 Pro かでマクロをしてましたけど、もうついてるおー、確かにめっちゃ揺れる。ほら、まあそろそろちょっと返却をしなきゃいけないんですけど、いやー、ちょっと iPhone ばっかり触ってキャーキャー言ってる場合じゃないですね。 Android もいろいろちゃんと触ってみないと。昨日 Amazon でオーダーしておいたものが届きました。このウランジの白いポータブルトライポッド、こんな感じ。ちょっとソニー純正のグリップが黒しかないのがちょっと個人的に納得がいかないんだけれども、まあなんかグリップかつちょっとした三脚として使える何かがあるといいなと思って、白か、まあ、シルバーのものがないか探したんですけど、これぐらいしかなかったです。まあ1300円ちょいぐらいだったので、失敗してもいいかって感じで買ったんですが、なんかちょっと色が真っ白っていうよりは DJI Pocket 2のサンセットホワイトに近いような若干ベージュ味がかった感じの色って感じもしますが、この iPad と比べると分かりやすいかも。まあでもこんな感じで長さが伸びるんで、なんか意外にいいんじゃないかななんて